大黒パーキングエリアに、金曜日の夜っていうので行ってみようと思います、はい、揺れに揺れてる中古車業界といいますか、ビッグモーター問題、はい、若くてもローン審査に通るには嘘を書いちゃいけないけど、はい、誇張して書いた方がいいですね。じゃあよし君こんにちは。こんばんは。こんばんは。今日は10月の20日ですね。はい。ほら横田基地です。横田基地。私たちは横田基地の米軍基地のすぐそばでにお店があると、はい、いうので、この光景はよく見たもんで、前の車もね Y ナンバーだしね、外人さん乗ってんだけど、まあいいや。そう、今日は10月の20日、夜は7時何分 ?7 時10分ぐらいですか。はい。で曜日は何曜日ですか。金曜日です。金曜日ですね、はい、金曜日ってことは花金です。花金ですね。はい。これ俺らしか分かってないけどテイク2だからね。まあいいや。そう花金なんですよ、はい、花金って今の若い子たちは言うんだろうねみたいな、さっき会話をしてたんですけれども、はい、そうなので、ずっと行こうって言って、はい、ずっと雨ばかり続いてて、はい、行けなかった大黒パーキングエリアに、金曜日の夜っていうこともあって、はい、行ってみようと思います、はい、それが今日の企画と、はい、で、ただなんて言ったらいいのかな、俺自身あんまりなんかそういう人混みって車ね見るのは好きだけどさ、はい、あんまりこう人混みあんま行かないんだよね、はい、ただ今回は、このいつも乗ってる R32GTR ですね、はい、僕のマイカーですけれども、はい、これちょうど来週RS ミーティングっていうね GTR だけじゃ、GTR が集まるイベントがありますよね、はいはい、去年も一昨年もありましたよね、はい、でそれが来週の日曜日に富士スピードウェイで行われると、はい、でそこにこの車乗っていくわけですよ、はい、乗っていくんですけど、なんかねショップさん主催で、はい、走行会もやるらしくて、はい、でちょっと走ることもできそうなので、はい、せっかくだったらね走りたいじゃん、はい、ただいきなりねノーチェックで乗ってって、はい、で現地でトラブルあっても嫌だし、そもそも富士スピードウェイ行く前にぶっ壊れても嫌だし、はい、っていうのがあるのでどっちかというと今日はこの 32GTR のコンディションチェック的なところでドライブしていこうっていうことになりましたと、はい、しかも若干プラグかぶってたしさ、靴も買い替えたばっかりだしさ、はい、グローブは持っててヘルメットは持ってるんだけど、はい、普通はちょっと買い替えたばっかりだからちょっと慣れとかないといけないから、はい、そういったのもあって、ちょっと車のコンディションチェック、はい、そして僕もちょっとこの車に合わせていかないといけないので、そんなのがありましたと。で、どうせ乗るんだったら、どうせ金曜日だし、はい、じゃあ大黒行ってみようかと、はい、で大黒行くんだったらどうせだったら動画回してみようかと、はい、っていうのが今回のテーマでございます、はい、やってるといいね。やってない可能性もあるんですかね。あんま分かってないんだけど、多分ね9時ぐらいになると閉鎖しちゃうのかな、知ってる人がいたらちょっと教えてほしくて、はい、俺が前行ったの多分ねもう半年前ぐらい、昼間じゃなくて夜ね、はい、昼間行ったのはさヨッシーとこの間行ったじゃん、はい、あれゴールデンウィークだったよね確かね。そうですね、はい、そう夜行ったのは多分もう半年ぐらい前なんだけど、はい、行ったら、はい、結論ね8時半ぐらいに着いたらまだ空いてて、はい、でも9時半ぐらいに警察来て、はい、おしまいですみたいな、閉まってて、だから今この時間でしょ、到着が多分8時半ぐらいだから同じぐらいかな、8時半とか9時着ぐらいだと思うの、はい、空いてるのか空いてないのか、そこも含めて、はい、レポートしていけばいい。空いてなかったらどういう動画になるんだろうね、分かんないけど、はい、っていう感じの、動画になるでしょうって感じです。じゃあやっていきましょう。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。向こうにももう一個あるのかな。その答えは逆5.2614です。だそうです。
燃費燃費が今いくつって言いました？ 5.26 だそうです。あもまあ一般的にはだいぶ悪いですうでもあれよ、なんだっけ、アイドリングはい会社でめちゃめちゃしてるからね。ああそうかあ、そっか、あそこに信号できたんだ。じゃあヨッシー君、もうじき、はい、高速です。あはいジョージインターから乗ってきますからね。はいでもさ、車のコンディションを見るったら、靴の履き心地見るとかさ、はいだってまあこんな道走ってるじゃ分かんないよねそうですね正直。ただやっぱり乗らない、そのミラーが見づらいとかさ、はいこれもちょっと慣れとかないとね。行きますか。まあ今日は、まあ、どうせその行くまで時間があるから、まあ最近のそのね、揺れに揺れてる中古車業界といいますか、はいについてのテーマをヨシが考えてくれたわけでしょ。そうですね、ちょっと時間がありそうなんで。そうだよね、はい OK です。だからまあまあ、細かくはね、答えられないと思うので、ざっくり言うとお題はどんな感じですか。お題は、はい、まず、ビッグモーター問題、ビッグモーター問題、はい、保険金問題、保険金問題、諸費用問題、諸費用ね、納期問題、納期問題、輸出問題、はい、転売問題、転売問題、こんな車屋は避けた方がいい、はいはいはこれから車屋で働くのはありか買って損しない車、はいはい、若くてもローン審査に通るには、はい、まあこれはあれだね、結構聞きたい子多そうだね。はい、なるほど、了解です。はい、この辺すげえいっぱいテーマがあるけど、多分全部は答えられないし、超ざっくりでいこうか。まあどうせ時間もあるし。そうですね。でもさっきのそのいいところで、その若い子でローン通るためにはみたいなあれでしょ、ローン通るためにはっていうところがあるけれども、そうですね、うちもやっぱ若いお客さん結構多いんだけど、まずローン通る通らないでいうところでいうと、そうだよね、結構テーマが多いから、ざっくりいこう、で分かんなかったらコメントとかもらえればもしかして時間があれば細かく書くかもしれないって感じだね。今回はちょっとざっくりざっくり。若い子で通りやすい、ローン通る通らないで言うならば、通りやすいお店、通りづらいお店ってぶっちゃけあるのよ。だから大手とか、あと、まあ、うちも比較的若いお客さん多くて、そういうところでローン審査した方が、通りやすいっていうのがまずあるっていうのが一つ、でもう二つは比較的年収を、嘘を書いちゃいけないけど、誇張して書いた方がいいですね。誇張、年収ってさ、例えば月30万お給料もらってて、手取り25万だとするじゃん、そうするとじゃあこの人、年収25万 ×12 で、300万ですって年収書いちゃう人いるんだけれども、これ総額でいいから 30×12 の360万で、書いてあげるとか、まあ、ボーナスまだもらってないけどなんか2ヶ月分ぐらいもらえるらしいからっつうところで、じゃあ360に、60を2つ足して120足して、480ぐらいかなみたいな、これって別に嘘じゃないじゃん、まあ、総支給の感覚で、そう、っていうところがあります、まあ、さっき言ったように逆に言うと、安く書いちゃう、手取りで安く書いちゃったりとか、あとはまあ、一部の経営者さんなんかだと税金対策的なところで安く書きたい人とかいるんだけれども、まあ、年収はね嘘は良くないけれども、ちょっと多めに書いておくと、まあ、取りやすいんじゃないかなっていうのが思います、あとまあ細かいテクニックはいろいろあるけれども、まあ基本的にはその2つって感じ、まあ、あと保証人つけたりとかね、まあ、それすればもちろん通る率は上がるけれどもね、ただ逆に言うならば、まあ、それ多少誇張して年収やりましたとか、まあ、いろんなシチュエーションを加味して審査をかけて、でそれで通んないとするじゃん、そしたらそれはね多分ねやめた方がいいよ、買うの。言い方変だけど、
まあ多分店の人はさ、ね、いや行っちゃいましょう買っちゃいましょうみたいな話でなんとか全力でローン投資に来ると思うんだけど、結局プロが判断して、ちょっとお金貸せないねっていう子なんだから、で結構俺から見てもいやそれローン通るかなっていうのを通っちゃってる人たくさんいる中で、それでも通んないってことは、やっぱり結構ギリギリなんだよ、だからそれを無理して買ったら多分自分が不幸になると思うよ俺。分かんないけどね、人の人生分かんないけど、まあっていうのがあります、自他ともに身の丈に合ってないと思うので、だったらやめた方がいいって思います、車屋的には売りたいっていうのはあるのかもしれないけど、で営業マンが「いや大丈夫ですよ」って言ったってさ、じゃああんた俺が入らなくなったら責任取れるからさ取んねえからそいつ絶対に、っていうのがありますので、多少誇張して書いて、であと通りやすい、大手なんかは比較的ちゃんと通してくれるし、うちなんかもさっき言ったように若いお客さん多いから通りやすいんで、それで通れば問題ないと思うけれども、それでも通んないんだったら多分身の丈に合ってないと思ってやめた方がいいっていうのが、僕の考えです、考え方いろいろあるんでね、って感じでした、ほら1個でもうだってこんな言っちゃうじゃん結構結構言っちゃうでしょ。いきますね。ビッグモーター問題だけ？ビッグモーター問題お願いします。ビッグモーター問題は知らんよ僕も業界20年いるじゃないですか、ぶっちゃけ言います。何を今更って話です、ちょっとゴルフボールでねバンバンやってるのはちょっとやりすぎだけど、ぶっちゃけ言って何を今更で騒いでるって話で、車屋さんは、はっきり言ってあんなもんっすよ。申し訳ないけどあんなもんっすよで、一つ言うなら、これもまた僕の考えです、昔の方が分かりやすかったです。分かりやすいってどういうことかっていうと、事故車を隠して売る、メーターを巻き戻して売る、これが多かったんですよ、なんで、昔の方が分かりやすくちゃんと詐欺でしたって感じ。ただ今やっぱり時代が変わって、いろんなところでこうお金を取りに来てるからさ、すげえ分かりづらくなっちゃってるよね。そうです、だからそれで言うならばさっきのその、続きがなんだっけ、初期費用だっけ、初費用もしかりだよね、100万の車が総額200万になっちゃったとかさ、で全然あるわけじゃん、どうやったらそんな行くのみたいなそういうのは昔は多分なかったと思うんですよ、単純に事故車を隠して売って儲かったみたいなで、バレたら、店閉める、名前変える以上みたいなっていう感じでやってましたから、っていうところなんだけどね。今はちょっと分かりづらいよね。しかも大手がそれでやってるからね、何を信じたらいいか分かりづらくなっちゃいましたよね。そうですよね、だからちょっと厳しい時代にはなっていくのかなと思います、次は何だっけ。そこに関連するので保険金、保険金ね、保険金は保険金は何が知りたいの？いろいろグルだったみたいな、そういうような保険屋さんも信じれなくなったりとか、そういうことにもそうだよね、あれはちょっと分かんねえな、俺も何とも言えないよね。でも言い方変だけどね、自賠責5、6件自賠責5、6件切って事故1件紹介してくれるみたいな、ちょっとだいぶ歪んでるよね、そこだけ見たらね、じゃあうちもね自賠責たくさん切ってるわけじゃん、ね、じゃあ自己紹介してみたいな話になるわけじゃん、なんかでもやっぱ規模は大きいかなって、ちょっとここは分かんないな。あってもおかしくないよねっていう感じだし、あるんでしょうねっていう感じでした、ただやっぱりさっきの誇張の話じゃないけど、修理代を、高く取る。でもこれはね、例えばバンパーちょっと傷がつきましたと、板金で治るじゃんっていう事故が発生しましたと、でも基本的には保険事故の場合は、大体が新品交換です、部品は、これ別に嘘じゃないじゃん。で、事実傷ついてるし、っていうのが当たり前なので、そういったのの積み重ねとかで、例えば、クリップなり付属する部品、使えるけど、そういうのをまとめてどんどん新品に交換していく、一回外したら使いづらいとかっていうのがあるしさ、っていうのは、全然ある話で、だから一般的に、バンパー修理、板金でやれば 2,3 万で原価で治るのが、実際にはバンパー交換から何から付属するパーツ全部変えてって10万ぐらいになるみたいな、こういった保険の事案っていうのは全然往々にしてある話なのよ、
でやっぱり、まあ、俺もそうだし、まあ、周りもそうだし、その車屋さんの常識をちょっと飛び越えてきたのはやっぱり自らその傷をつけてさ、はい範囲を広げるっていうところ、はいでかつそれを自分の車だったらいいけど、はいお客さんの車をやるっつうのはこれはなかなかよ。そうです。これはなかなかよ、はましてやね、俺とかはね、まあよしもそうだけど車好きなわけじゃん。いはいなんでゴルフボールでやられてたらさたまったもんじゃないよそうね。ですね。しやられた側もそうだけどやる側も結構辛いと思うぜそうですよね。っていうのがあります。はい。はい、もうこんなところですかね。ありがとうございます。はい、どんどん行きましょう、次次が、新車がメインになると思うんですけど、はい納期が結局長い車がほとんどうんうんっていう現状で、うん昔と比べて、はいまあ、問題というかあどう考えていくべきかあどう考えていくべき納期あそういうこと、はいじゃあ逆に言うとヨッシーはそこから先を知らないというか問題ないっていうのは分かってなくて、納期がかかるのが当たり前になったじゃん。はいでそれはもう皆さんご存知の通り周知の事実になりましたよね。はいで今そこからさらにもう一個先の問題が起きてて、あそうですね納期が長いがゆえに、はい車が来ないじゃん。はいで、来ない状態ではい車屋さんが飛んじゃってるケースがあるんですよ。じゃあヨッシーが注文しました、はいで俺お金もらいました、はいでまあ納期来年ですね、まあ、1年かかりますね、はい今別に普通にある話じゃん。はいであれ半年ぐらい経ったらヨッシーそういえば車屋さんから何も連絡ないけど来ないなと思ったら、はい車屋さんがなくなってたと。あー金払っちゃったんだけどみたいなっていうのがあります。はいでもここで思うのが、いやヨッシーじゃあ先にお金そんな払わなきゃいいじゃんって思うよね。はいだし俺も多分新車何台も買ったことあるけど、はいまあ、初めにね5万10万申し込み金払うけど、はい大体が車検証できて納車1ヶ月前ぐらいとか2週間前ぐらいに残りの全額払ってから車もらうっていうフローになってるよね。はいヨッシーもそうじゃん。はいそうすれば別に仮に車屋さんが飛んじゃったとしてもさ、はい被害は少ないじゃん。そうですねでも今回被害でかいんですよ。なんでだと思いますか？全額払ってるそういうことなんですよ。全額お客さんが先に払っちゃってるんですよ。はいで全額払わせるスキームはどういうスキームかっていうと納期かかるのはみんな分かってる周知の事実だから、はい全額先にお支払いいただければ納期早まりますみたいな話をしてるらしいんですあよ。なるほどはい、でこれね1社出てる、しかもなんだろうな、メーカーも出したっていうか、まあ、スズキの代理店とかなんだけど、はい他にも、結構ねその手の車屋さんありますんで、あ注意してくださいって感じですね。その車は1台注文して受け取った金額でそれだけで飛んでるのか何件か何台も何台もだよ。そう貯めて一気に飛ぶみたいな。そうです。あ結構よ。まあね、計画的にやってるのが自転車操業でやって回らなくなったのかなんだけど、まあ共通して言えるのは多分3点で、1つは、異常に値段が安い。はいで2つ目、現金で早めに入金してくれたら納期が早まりますっていうところ。はい3つ目、まあ、支払いがやっぱり現金ってところ、はいローンじゃなくて、はいっていうのがちょっとね多分注意点かな。まあそんな感じかな。はいで、まあ、鈴木とダイハツの看板に関しては、はいね、じゃあダイハツだから安心、鈴木の看板出てるから安心ってのあるの、お客さんから見たらあるのかもしれないけれども、はいまあ、言い方変だけどうちの会社が、鈴木ちょっと力入れて頑張りたいですって言えば、はい多分鈴木の人は今はちょっと分かんないけど一昔前だったら今うちは鈴木の看板で頑張りたいですって言ったらもう立派な看板ただで作ってくれるから。そうでも結局口悪くなっちゃうけど、何かトラブルがあったとしても鈴木は別に何の結論も持ってくれないんで、はい全部自己責任ですから、はいやっぱ注意した方がいいよねっていう感じです。はい対処法まではちょっとねなかなかさっきも言ったように時間が短いんで、はい次行きましょう。はい、何でしたっけ今日これで終わっちゃうんじゃないの転売転売に関する問題アルファードベルファイア、はいそういうところの車種になると思いますけどそうだね。まあ、新車転売で儲かる話がありますよね。はい今でいうとアルファードベルファイアですね。はい僕もベルファイア1台、個人の車に頼んでありますけれども、はいまあ、車のグレードによるけど、まあ儲かるんですよ。はいでも多分それやると、思ってる以上に、はいトヨタから
ペナルティとプレッシャーが来るので、基本的にはやめた方がいいです。それは個人でも、うん車屋がそういうことやるとしても、んどっちでも。そうだね、まあ、仮に俺個人がやったとしたら、まずもう以後取引停止になりますし、はい今関わっている例えば他のトヨタ車持ってたら点検入庫できなくなったりとかしますし、はいとにかく営業マンからたくさん連絡が来ますし、はいまあ、っていうのがありますと、はいまあ別にそんなのブッチしていいよ俺はあとは知らんよっていうんだったら、まあ、そういう人は勝手にやればいいと思うんだけれども、はいまあ、結構きついと思うよ。はいで俺はやっぱりそのね、トヨタの営業マンも仲いいからさ、若い子なんだけど、はい結構頑張ってくれる子でもう 3,4 台買ってんのかな。でその子がかわいそうかなと思ってやんない。その子の責任も出てくる。営業マン責任ね俺はあると思う。あると思います。じゃないだってさ、いろいろやり取りしてさ、買ってくれてありがとうございますってその1週間後に転売されてさ、上司から詰められるわけでしょ。かわいそうだよっていうのあるし、まあユーシーもねご存知の通り、俺らが前いた会社はトヨタのサブディーラーだったわけじゃん。で逆に言うと俺らが当時今ほどは儲かんなかったけど、でもそれでもやっぱ転売はさ注意されてたわけじゃん。でやっぱ俺とか当時の営業マネージャーが売った車が何台か転売されたじゃん。そうですね、問題になりました。あったでしょ。はいで名古屋港とか俺行ったりとかしたわけじゃん。でトヨタと裁判やりそうになったとかっていうのもあるわけじゃん。やっぱりそういったのを経験してるんで、転売された側のお店とか営業マンの人たちの大変さも分かりますんで、やめた方がいいよって感じです。それでも俺は関係ねえと、俺が儲かりゃいいっていう人はやればいいけれども、あんまりちょっとあんまよくねえっすねって思っちゃいます。転売するとしたら、結局どこに売ってるっていうことですか？それはちょっと避けとこうかな国も行き先も、条件とかも全部分かってるんですけど、まあ、ここは逆に言うと知識なのでちょっとそれを出したくはないですねっていう感じです。お、警察です。で関連しちゃうかもしれないですけど、輸出問題。ああそうだね。それはスポーツカーの輸出ってこと？そうですね、そっちでスポーツカーを売って儲かるっていう意味で流行ってるのか、海外のスポーツカーの需要で流行ってるっていうのか、どっちが強い？売って儲かるから輸出されてるか、海外に流行ってるからかってことだよね。海外で流行ってるからじゃないかな。結局海外の人が日本のスポーツカーを欲してると、っていう感じです。ここ3年4年ぐらいですか。もっと前からかな。これはしょっちゅうオークション会場行くけどさ、外人さんめちゃめちゃ多いんで、だから昔はね中東系の人が多かったけどね、今欧米系の人とかもそうだし、あとはまあ中国か韓国の人もいるけど、まあでも中国の人も結構多いかな。そうなんですね。でもやっぱそう中東系よりも欧米系の人たちが結構増えてる印象はあります。やっぱりそういう人たちが高額なスポーツカー、やっぱ狙って買ったりします。まあ、そこと僕はオークション会場でね戦ってビットしてますけれども、やっぱりね全然予算が違いますよっていうのがありますね。じゃあ次、これから車屋で働くのは、実際ありかなしか？おすすめしませんおすすめできない。いやどうなんだろうね。どこで勤めるかじゃないマジで、ね、さっきのビッグモーターの話になっちゃうけど、大手だっつって入ったらさ、そういう感じなところもあるわけじゃないですか。でまだ上がってないだけで、結構あるぜいろいろ闇が闇は闇会社に勤めちゃった日には大変だよね。だからなかなか難しいよね。でも、まあ、ちゃんと調べればやっぱりわかるかな。まあ車が好きだったらもちろん全然車屋さんで働くのありだと思いますし、かつそのこと営業販売の方に関しては、それはその車屋さん文化的に結構インセンティブがつく文化だからさ、結構稼げる業態にはなると思うんで、その営業はね、稼げる分野になると思いますんで、車が好きで好きな車乗れる、稼げる、まあ、この3つで言うんだったら車で働くのは全然ありだと思います。ただし、さっき言ったように、まだまだ闇はたくさん眠ってるんで、そこに入っちゃったら、辛いよねっていうのがあります。なので、ちゃんと下調べをしましょうねっていう話ですね。これ全然話変わっちゃうけどさ、求人情報だけ見て
そこに応募するのって結構ナンセンスかなと思ってて、はい俺昔さ外車屋いたじゃん、はいまあ、YouTube でもザ有名な外車屋さんいたでしょ、はいあそこに入る時なんかもう店まで行ってたもんね。客としても行ってたし、実際に買い取りの商談もやったし、はいで夜何時まで営業してるかって自分の仕事終わってからその店まで見に行ったもんね。で、夜11時ぐらいでも電気がついてて、はいあ、なんかこの会社バリバリ営業してるからちょっと俺に合うかもっつってあえてそこを狙っていったっていうね。それは残業しすぎて嫌だなっていうことじゃなくて、じゃなくて俺はそれがなんか営業っぽくて稼げるっぽくて、まあその前触れもあってね、自分で商談行ったりとか見積もりもらったりとかしてて、前触れがあって、まあ、ちゃんと営業してて、はい遅いけど全然ね遅いの苦じゃなかったからさ、はいなんかここ俺に合ってる気がするみたいな感じで行ったら、はいやはり毎日終電でした。でも終電で帰れりゃよかったね。なかなかの大会系。そう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 、はいそうよ。終電で帰らせないために車通勤しろって言われてたもんね。なるほど。そういうことです。でも堅くなに電車で行きますっつって、まあ、途中から普通に車でしたけど、はいこんなところでしょうか。はい。次が、買って損しない車は実際ありますか？あるけど、はい分かんないからそれは自分の好きな車買えばいいと思いますまあスポーツカーは比較的損しないね。じゃあ全体の傾向を言うね、はい古いスポーツカーはいは比較的損しないと思います。はいでかつ、25年経ってる車よりもはい20年落ち15年落ちはいぐらいの車の方がまだこれから上がる傾向があるんで、はいまあ株で言うならば上がりきった株なのかまだこれから上がる兆しがある株なのかっていうところで言うと、はいっていうのがあります、はいなんで15年落ち10年落ちぐらいのはありかと思いますし、現行モデルならば、なんか特別使用車限定車みたいなところは狙い目だと思いますし、はいじゃあスポーツカーじゃないところっていうのであれば、はいまあ、トヨタ系 SUV ハイブリッド、まあ、ここら辺が鉄板じゃないでしょうかっていう感じですかね。以上です、はいこんなところですか。すげえ速そうに見えて音だけだからそんなスピード出てないから、前のタンクローリー車と速度はそんなに変わってないからよし今8時なのではいあと30分ぐらいです。はいなんだタイヤやっぱいいね。ちょっとやっこいけどもうちょっとなんかちょっと柔らかい印象だわかんないけど、はい、ここはあとこのストレートを、羽田空港を抜ければ、もうじき大国です。じゃあこれ羽田空港で、はいここを抜けたら次がアクアラインの続く道か。はいでそれを抜けたら大国って感じですかね。はいはい、よし、あれ何ブリッジですか？これはレインボーブリッジですレインボーブリッジ横浜だぜベイベイブリッジブリッジですかね。はい、はい、大国ふ頭到着です。そしてあれは横浜ベイブリッジです。合ってるよね。レインボーブリッジではないことは確かに。レインボーではないレインボーではない。レインボーお台場ですよ。意外とみんな勘違いですいやしないでしょ。いやまあでも分かんない人はねいたらあれかもしれない。到着8時20分。さあ空いてるんでしょうか。よし覚えてる。俺で来た。昼間ですうん、はいそれは覚えて夜来たことないんだよね。ますないさあ夜は果たしてどんな光景になっているでしょうか。果たして車はいるのでしょうか。まあここを見る限りは全然いないですね。まあ俺としてはその車が絶好調なんでいい感じです。そこはじゃあよかったです。昔はね前の動画でも言ったけど
こら辺全部車止まってたからね。あで歩いて入ってったような感じが多いですね。左今日暑いね、結構ね。さっきエアコン止めたら暑かったよ。やってるっていうか、まあ空いてそうだね。はい、まあ、この時間はまださすがに空いてる。でも車はなんかいなそうだね。到着しました。手前がトラック、奥がスポーツカーみたいな感じですかね。はい。なんか超人いるじゃん。なんかめっちゃめちゃくちゃ人いない？逆に取られてます。逆に取られてる。逆に取られてるそんないる？そんないる。みんなさ、あんまりそんな見られてもさ困っちゃうからさ、こっちに隠れてるんですよ隠れて、見せびらかしに来たわけじゃないからねそうです休憩施設となっております。このような状態が続きますと、パーキングエリアの閉鎖をしなければなりません。よし、来たね。はい。今ちょっとはい。また皆さんがすでにアナウンスでもう閉鎖寸前じゃん。そういう状態っぽいです。ご協力お願いします。この間だから昼来た時よりもはい。めちゃめちゃ人いる。金ぶかしをしている車両やめてください。あなたの行為でパーキングエリアを閉鎖することになります。皆様のご協力よろしくお願いします。この間来た時よくないイベント会場みたいな。ここに止める勇気があるかないかじゃない。